皆さんこんにちは、あさきです。9月10日今日は水曜日ですね。午後2時を回ったところです。今日もライブ配信やっていきたいと思います。よろしくお願いします。準備にねちょっと手間取っちゃって、これでいいかな。久しぶりで2週間ぶりはいということでドキドキしておりますがやっていきたいと思います。皆さん夏休みはどうでしたか？私先々週は愛知県の方にね帰って実家の掃除してきたんですけど、草取りをねやったりしてきたんですけど、先週は旅行に月曜日から金曜日行ってきました。これ片付けますね。でですね、万博行ってきましたよ。大阪のガンダム見れました。よかった。それからあとね、秋吉堂に行って100枚皿も見てきましたね。よかったです。ずっとね見たいなって思って、いつか行きたいなと思ってたのでね、すごく良かったです。で帰ってきたらねびっくりした。免許更新のハガキが届いてて、で急に来るからびっくりしますよね。はい、今日はこれセリアでね買ったメッセージカードなんですけど、これにちょっとね飾りをつけていきたいと思います。はい、まだねこれは売ってるんじゃないかなと思います。私 2年ぐらい前にYouTube 始めた頃かな、もういろんな材料ありとあらゆるものいろいろ買って、それでね制作費がかさんでるんですけどいっぱい買って全然使ってないのがいっぱいある。はい、これにねレモンとかつけていきたいんですけど、どうでしょうかね。ちょっと夏ももう秋にかかっているところですけど、やっていきたいと思います。使うのは定番の色画用紙、もう一つねこっち両方これとこれで色としてはね黄色、黄緑、それから緑かな、この辺とあとクリーム色も使おうかなっていう感じなので、これ定番サイズですね。これ手のひらサイズです。3サイズねありますけど、一番ねちっちゃなものを使っています。で今日はちょっとね初心者さん用ではなくて、これいつもね3ミリでこういう風にね切っていって、ここが175ミリなので、これをね基準の1本として考えているんですけど、これ3ミリに切ったものと、それとこれ、ちょっとやってみたら厚みが出ちゃうかなと思って、こちらね2.5 は前に使ったことがあるので2ミリでもねちょっと用意してみました。黄色、それからクリーム色から白、あと緑ですね。この辺りを2ミリで切りました。2ミリで切るのはちょっと初心者さん向けではないかなと思うので、見ててねっていう感じかな。私3ミリ、5ミリで切るときはこんな風にねテープ、マスキングテープなんですけど、これ針目ガイドっていうやつなんですけど、さてどこだ、2.5 ミリとか2ミリとか 1.5 ミリで切るときは自分でねこうなんていうのかな、こういったこれだいぶ消えちゃってますけど、もっとちゃんとしたこういうね物差しをコピーして、それを拡大したりとかして自分で作ってます。こんな風にね、これいつも制作に使ってるんですけど、これが2ミリ、1.5 ミリ、それから 2.5 ミリって言ってね、こんな風に貼ってここで使ってます。これでね切りました。はい、で2ミリとこのね3ミリ使っていきたいと思います。ちょっとねあらかじめやっぱりね行き当たりばったりじゃダメだから、少しやってみたりしたんですけど、お見せするとパソコンの下に入っちゃった。取れたかな。レモンちゃんこんな感じ。それから葉っぱをつける。これ3ミリなんですけど、3ミリだとちょっと厚いなっていうことで2ミリかなって思ったんですけどね。あと花、レモンの花、それからここにねどっか行ってるよ。大丈夫。これ輪切りのね
レモンを作りたいなとか、こんな感じにしたいなと思うんですけど、これをね作っていきたいと思います。まだこれ、ね、開発中ですね。やってみたけどっていう感じで、これ3ミリだと厚いから、まあ2ミリかな、1.5ミリ、2ミリかなっていう感じで2ミリを新たに作りました。これ失敗作です。これ白をね挟まないで作っちゃったらやっぱダメだね。ただのお花みたいになっちゃったから、やっぱりね白を挟まないとレモンになんないなってことで、まあできればこれよりももう一回りこのぐらいの大きさにしたいから、これはちょっと初心者様には難しいと思いますので、挑戦していただいて全く構いませんけど、難しいですよって、細かいですよですね。難しいっていうのとあとちょっと違うかな。やってることはそんないつもと同じことなので簡単なことなんですけど、パーツがやっぱりちっちゃいとね難しいですよね。そう、パーツがちっちゃくなるだけでミニチュアみたいになっちゃうから、そこがね難しいかなと思います。ではまあレモンからいきましょうかね。レモンは3ミリを3本使います。1本、2本、3本、3本をつなげますよ。はい、水にシュシュと。お、大丈夫かな。あんまりつけない。よいしょ。これね、ちゃんとしっかり合わせる。これをすることによってこの下がね合うのでね、やっぱり手で切るとどうしてもね本当に 0.1 ミリとか 0.2 ミリとかそういう単位でどうしてもやっぱりサイズが違っちゃうのでね、水含んじゃった。これいかん。水を含んでになってる。はいはいはい。なぜ水含んじゃうかっていうと、こうコップにティッシュを入れて水をシュッシュッシュッってかけて、これを押し出した状態で手をパッと離すと、ここの下の水を吸っちゃうんですよね。そうすると水含んじゃうのでちょっと気をつけてくださいね。癖でどうしてもそれが時々私やっちゃうので、はい、これでいいかな。これなるべくまっすぐね。こういうことをやった時は少しゆったり時間を置いた方がいいと思います。中途半端にやるとね、これやっぱりこうなんていうの、ずれてきたりとかするのでね、ここは少しね時間を置いて落ち着いてやりましょう。はい。私配信の時には市販のクイリングバーというかねスロットル使いますけれども、手作りのねこういった爪楊枝をね裂いたものも使いますので、どちらでもいいんですけど、配信だとね話したりとかいろいろするのにやっぱりすごく気を使うので、ちょっとこちらの方を使わせていただきます。くるくるっといきますよ。これね、私こっち側に回すんですけど、反対に回してもね、それいろいろ癖でどちらでもいいと思います。これね、引っかかるね。これはいかんことになってるよ。相当回しちゃったよ私今。大丈夫？切っちゃう。やばいやばい。はい。これは色がちょっと違うね。真ん中。残念ですが、これ映って見えるかな。多分ねロットが違ったんでしょうね、きっとね。色が違ってますね、真ん中少し。こういうこともあります。少しだけ緩める。少しだけ緩めないと形がねこうできないんですよね。だからここでほんの少しね緩めて止めますよ。キュッキュにしちゃうと形が作られないので、これポイントですね。
こもしっかり押さえてあげて、こういうところで手をパッと離しちゃうとビルビルビルンって広がっちゃったりするので、ここはちょっとね押さえてあげます。今ね私クーラーかけてるんですけど、私ほとんどクーラーあんまり使わない生活をしてるんですけど、やっぱりねさっきそのままかけないでやろうかなって思ったら手にね汗をかいちゃって、っていうかいつも使ってるこの BGM なんですけど、配信者の味方っていう名前のチャンネルだったんですよね。で探せなくてびっくりしちゃって、ものすごい焦ったら手に汗がバーッと出てきちゃって、で結局なんでが起こったかっていうと、名前が違って音ハーンっていうチャンネル名が変わってたんですね。それで音ハーンさんちょっと言いにくいです無事ありました、見つけましたちゃんとチャンネル登録してるんですけど、やっぱり配信者の味方っていう文字を探してたから本当に見つけられなくて、ちょっと前にも新しい曲出してたのにどういうことみたいな感じでものすごく焦っちゃって汗だくになっちゃってで、はい、クーラーかけましたこれねちょっと潰す。レモンってまん丸じゃないからね、球体じゃないから、これレモンちょっとねこんな風にねポコンってなってたりしますよね。爪とかでつまんじゃう。でこんな感じでこれをこうちょっとポワンとさせるんですけど、ポワンとさせるのに、手でねこうやってもらってもいいし、あとねこれなんかねちょっと使えるかななんて、こういうところね使えるかなって思ったりします。たっぷりのとこもう少し押し上げてもいいかなって思うけど、ちょっとこういうところに置いてきました。はい、それから葉っぱですね。ちょっとさっき3ミリで作ったけど2ミリ、さっきじゃないです、昨晩ですね。2ミリでいってみます。2ミリを半分。よし。だんまりになっちゃう難しい。これ気をつけないと巻いちゃう。よし。はいはいはい。くる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 っとしまして。ですかね。ちょっとよいしょ。そうそう、うちねレモンあるんですよ。庭というかベランダにねレモンがあって、もう結構10年ぐらいか、毎年5、6個のレモンができるんですけど、ちょっと写真でねお見せしようかなレモン写真、はいはい、いきますよ。これです。こんな感じで今ねここに2つとここに1つと、あとここに1つとここに1つで全部で12345個なっています。毎年5、6個なんですけどね、この双子ちゃんはねちょっともう両方ダメになっちゃう可能性がある。いつもね双子ちゃんは育たなくて押し合って落下しちゃったりとかするんですよね。どうなるかなって感じ。私よりもちょっと背丈小さいかなぐらいで、あんまりねベランダなのでねそもそも大きくしないようにしようかなと思って育てています。毎年本当に5、6個で、大抵ね売ってるぐらいのサイズが2つぐらいと、あとは全部ちっちゃいのっていう感じが多いんですけどね。はい、レモンちゃんできましたよ。はい、こんな感じになりますね。はい、それでは次はお花ちゃん。お花は今ねさっき写真お見せしましたけど、レモン毎年春に咲くので夏までも咲いてたりするけど、ということで、画像検索の方でレモンの花こんな感じですね。5枚ですね。で割とこうユリみたいにねカーブがすごくきついんですよね。なんですけどここはこの絵のところに貼るので、5枚こんな感じにちっちゃいですよ。
これしっかりねお星様みたいな形にしちゃうとちょっと違うかなっていうか、まあちょっとそうじゃないようにね、こんな感じで絵の上に貼るような感じにしたいと思うので、少しこっち側の手前側の花が横向いてる感じにしようかなと思うので、まあこれイラストの上に貼るからそんな感じにしようかなと思います。これも2ミリでいきます。で今回5枚刃にするので175ミリの5分の1は35ミリなんですけど、35ミリちょっと分かりやすい、これかな、見えやすいなるかな、はい、35ミリいきます。35、大体でいいです。大体でこのぐらいをまず1つ折ったら、あとはここ4分の1になるので、こんな感じにすればまあまあ5分の1になりますよね。ということで、まず5分の1を作っちゃいましょう。これで、マーキーズですねをただ作るだけまあやることは簡単なんだけど、小さいからねちょっと初心者さん難しいと思います。またやっちゃった。くるくるくる大変なことになっている。はい、で潰す。ちっちゃいですよ。はいはい、どうしよう。ほらすごい巻いちゃってる。もうちょっとこちらにする、手袋ねしなければいいじゃないなんて思うかもしれませんが、私ハンドベインなのでちょっとお見せできないかな常にはねしてませんよ。自分が制作する時にはもちろんしてないんですけど、ちょっと映像的にねどうかな、つけないで済む方はいい、羨ましいですね。これ手離しているうちにちょっと失敗してますが、これを淡々と作ります。特にねこういう細かいのはこのスロットルの先が細かい方がいいので、それで今回初心者さん向けじゃありませんよって言いたいのはその辺もあって、やっぱり手作りのスロットルだと真ん中が割と大きく開いてしまうかなっていうのが、そういうところとかね、こういう指先の使い方とかね、やっぱり慣れてないと難しいっていうかね、苦戦しちゃうかなって思います。はい、でもこっちのスロットルも使ってみますかね。やっぱり違いますよ。真ん中が大きく開いちゃうかな。すごく気をつけて。これだいぶ細くね、先端さらに紙やすりとかやすりとかいろいろ、まあそういったもやすりで削って小さくはしてるんですけど、やっぱりちょっと真ん中が開いちゃうっていうかね、この辺の違いが出てくるかなとは思います。もう頑張ってこうなので、やっぱりね真ん中がこう抜けちゃうのが違いがこういう見える？こっちが市販の細いスロットルで、こっちが爪楊枝を加工したもので、やっぱりね真ん中がちょっとこういう風になるので、その辺がね違いがやっぱり出ますね。あとあんまりこっちの先端細くしすぎるとベキッとね割れてしまってさようならになってしまう
これ3本目ぐらいかな、配信で使ってるのはね。やっぱりこういうふうにギュッてやった時に先をね割ってしまうっていうか折ってしまうんですよね。こんな感じですよ。だいぶこれを作った時よりだいぶちっちゃいパーツになりましたね。真ん中を意識して小さくしようとしたので小さくなってます。私割とこう残っちゃうんですけど、こういうところはね切ってくださいね。切ってください。かなりもったいない使い切れてないですね。こういうところはちゃんと切っておきましょう。はい。それではこれですね。これはベロベロと出てきちゃってるけど、これA4 のクリアファイルをここ切った残りのところをこの下敷き代わりに使ってるんですけど、すごい便利で、やっぱりボンドがねついても、そうだ、ここの真ん中にねちょっとめしべとかおしべとかいろいろあるんですけど、それをね少しだけ表現しようかと思って、それはねこれまでちょっと使いかけなんですけど、クリーム色のこれ3ミリね、3ミリの先端をちょろっと切って、これかな、なんか半分ぐらいつけたらどうかなって思って、何にもないよりはちょっとついてた方がいいかなっていう感じで、こんな感じ。これ今2つ作ったんですけど、こんなパーツを見えるかな、こんなパーツをちょっとだけ挟んでみようかな気持ち真ん中なんかありますよみたいな丸める必要はないかね。このまま挟む感じでやっていきたいと思います。飛んでっちゃう。ここから慎重に、なんか吹っ飛んでっちゃう。こういうパーツよくね吹っ飛ばかして、よく足の下のところにね落としちゃったりするんですけどね。そうするともう這いつくばって探さなきゃいけなくなっちゃって、そういう時に便利なのがスマホのライトがすごく便利で、スマホのライト照らして探したりします。横からねライト照らすと結構ねそんなとこにあったのねって分かったり、目の前にあっても気づかなかったりするんで、よくねスマホのライトを使って探してます。落っことしちゃった、足元にね落っことしちゃった時はね。こんな感じ。これでこういう作業がね細かいと大変ですね。はい、これうまくつけて、最終的には手が便利だよね。やっぱり手が便利。爪の先とか本当によく使う。こうまず合わさった。でここにこれをちょろっと貼りたい。つかめるかしら。ちょんとしてごめんなさい。つかめてないねこれ。よいしょ。どこ行っちゃう。大変。これでこういう作業、これどっちを表にしようか。綺麗にできた方をね表に気持ちはしたいけど、どっちが綺麗かな。こういう時に焦らない。ちょろっとつけて気持ちつけて、挟む。これあるかないかでねお花になるかならないか
はい。よいしょ。よし。感じかな。小さいとやっぱりねパーツつけるの大変ですね。本当にやってることは難しいことじゃないんですけど、パーツが小さくなるだけで難しい。なんか昔英語の勉強してた時に細かい文字で書いてあると見えない、よくわかんないってなっちゃうんだけど、拡大してコピーして文字大きくなると読めちゃったりするっていうねそういう経験もありましたよ。同じようなこと細かいだけで難しいっていうかね。はい、こんな感じですね。こんな感じです。であんまりね綺麗にお星様のような形にならない方がいいと思います。ちょっとだけ潰れてるっていうかね、お花を斜めにねこういう風にこういうとこ置いたりとか。これはこの絵の中ではここにお花があって、ここにお花全部つけるわけじゃないんだけど、ここにお花があって、ここにお花があって、ここにお花があるっていう絵の中ではねそんな感じなんですけど、これよりはこっちの方がうまく可愛くできたかなと思いますけど、こんな感じで位置としてはこっちの方かな。ここにこれはねあらかじめ作ってあったやつだから、今日作ったのはこっちですね。まだ乾いてないから。これ大丈夫かな腫れちゃったりとかして。さてさっき作った葉っぱはどこ行ったの？葉っぱどっか、いやここだ。これね、もう少しぷっくりさせてもいいかな。こんな感じで、こういう時にはね先っぽ取った方がいいかなと思います。葉っぱだけをねぷくってつけたいから、こんな感じになるかな。あとこれですね。これはねちょっとうまくできるかなと思う。難しいっていうよりも細かいから大変なんですけど、時間的には大丈夫ですかね。大丈夫かな。はい、色はここが黄色で中を少し薄くしたいので、それでクリーム色を使おうかなって思うんですけど、パーツとしては8個、中が8個で三角、ケーキみたいに三角にしてで丸くっていう感じ。やることはね大体そうなんですけど、これは失敗作ね。やっぱり周りを白くしないとちゃんとこの中が浮き出ないから、やっぱりこれじゃダメだし、あとサイズ的なもの、これより一回り小さくなれば、このぐらいに、なれば一番いいんですけど、この辺に貼ろうかなと思うんですけど、こんな感じでねちょっとだけパーツを貼りたいなと思うので、まずちょっとやってみましょう。はい、でこんなとこですかね。これ2ミリで8個にするので4分の1だと大きかった。3分のこれね6分の1サイズで作ったと思うので、6分の1はまず3分の1を作る。ちょっとこの辺かな。このぐらいかな。これがうまくいくかどうか、ちょっとこれをまた半分にすると6分の1になります。3分の1作ってからまた折る感じですね。ちょっとまだわからないので、とりあえず1個だけ作ってみて、ちょっと実験的にいろいろやった失敗作がこれかな。
これは失敗作で、あらかじめね白をね周りにつけてやってみたんですけど、よろしくなかったので、やっぱり後から白を巻いた方がいいのかなって思います。やっぱ小さいと接着面がやっぱり邪魔になるというか、ちょっとありましたね。はい、でこっち行きます。まずティアドロップを作ってから、これちょっと長すぎるのでこれ半分ぐらいにしときます。やりにくいからね、何センチっていうことじゃないんですけど、これでこれに巻きますよ。巻くんですけど、巻く時にさっきやってて思ったんですけど、これ直切りにしようと思うと難しいので、難しいというかね、数ミリ足りなかったりとかしちゃうので、少しはみ出させて、まずここをひっつける。でちょっとねはみ出してていいんです。ここいきますよ。ちょっと難しいですよっていうのは、こういった作業がすごく小さいので難しいっていうだけで、細かいもの好きな人は全然ミニチュアとか好きな人はね結構楽しめるんじゃないかなと思いますけど、クイリングちょっとやりたいなっていう方にはいきなりこれは細かすぎてそういった意味で大変だと思います。やってることはそんなに難しいことではありません。こんな感じで白がなったかな。これをここ押さえるとこうのでキュッと、分かりにくい。なるべく三角にしっかりなるように。小さいのはねこういうので割と簡単に三角になったかな。これを作っていきます。よし、気をつけよう。なんかこれいつもの曲と違うような気がするんですが、よいしょ。あとはもう数をこなしていくだけ。これね一つずつ作ってもいいし、同じ作業を同じ作業でやってもいいし、好き好きだと思うんですけど、効率的なのは同じ作業をずっと一緒に続けた方が効率的ではあるかな。私はこうやって作り方が決まってからこう同じことをするのが結構ね、なんて言うんだろう、楽しいとはちょっと違うかな。淡々とこなす感じなんですけど、はい、まずこれで8個作らないといけないのでちょっと足りないですけど、よいしょ。やっぱりねなるべく同じ大きさになるようにねしないといけないので、やっぱりこういう丸めて形を作るっていうのは一緒にした方が同じ大きさになりやすいかなとは思います。抜けましたね。
私これ3週間4週間1ヶ月ぐらい前かな、落として少し曲げちゃって、それを直すのにリカバリーするのにちょっと今開いた状態になっているので外れやすいですね、少し。よいしょ。よいしょ。これは今123456788、あと8なんですけど、6分の1を2つ、このぐらいかな、このぐらいでいいと思う。でこれを半分。もうできちゃいそうなので、今日もう少しかかりますけどできそうなので、このままちょっと時間オーバーになっちゃいそうだけどやっていきたいと思います。これだいたい同じような大きさにできたかな。はい、では白を巻きますよ。こういうところがね、本当に細かいと、よいしょ。ちょっと真ん中の丸いのがやっぱり開くのが気になるけど、パーツが小さければ小さいほどね、真ん中がちょっとの空きが気になりますよね。
いい感じにでも小さくはなったかなと思います。まだまだ先は長い。まだまだ先は長い。今ね3つできて、これが4つ目。旅行中のエピソードをここで私 iPhone の16使ってるんですけど、それはタイプ C なんですよね。それで iPhone のこれ今撮影してるのは12ミニ、古い方の携帯使ってるんですけど、それで写真をお見せしてるのはこれが16なんですけど割っちゃった。ここほら、こことかここ見えるかな、ここ割れちゃったのフィルムだからね、フィルムだけだから大丈夫なんですけど、旅行中万博の会場の入り口入るところでやっぱり入場までにね並ばされるじゃないですかそこの並んでるところで椅子に座ってたんですよ。座ってて椅子を外して立ち上がろうかなって思った時に、椅子をまず畳むのにすぐ立ち上がらないから、まず座った状態で椅子をお尻から外して、でこう畳もうとしてたら膝の上に置いたのがいけなかったんだけど、つるっと膝の上から落ちてパタンって落としちゃったのね。そのぐらいの高さから落としたぐらいなら普通は全然割れる心配もしなかったんだけど、ピュッて見たら割れててすごいショックでした。6月か7月かまだね買ってそのぐらいなんですけど、本体がね割れたわけじゃないんだけど、なんかね本体が割れちゃうともう液晶真っ暗になってつかなくなってるらしいので、それを聞いて知ってたので、映ったという立ち上がって映ってるってことはフィルムのねガラスだけフィルムっていうかな、ガラスだけ、コートのガラスだけが割れてるんだなっていうのはすぐ分かったけど、ちょっとねショックでした。本体が割れなくてよかった。やっぱりねちゃんと貼っておくべきですね、フィルムはね。ということでまだ買ってないですけど、もう少し使ったら変えようかな。2箇所も割れてね、本当に待つところなんかガサガサのなんていうの、塗装面っていうのかな、舗装面っていうのかなあと12345、あれどこ67、どっか行ってるぞ。あったよかった。もうなくしちゃう。はい。あともう一つスマホのことがあって、私ほとんど寝てる間にケーブルつなげて充電してて、で次の日、フル充電で出かけるっていうような感じに、大体そんな感じにしてるんですけど、やっぱり旅行中だともう夜中まで携帯いじったりとか、いろいろポケモン GO とかもねやってたりするので、なんかつなげないで寝落ちしちゃった状態になってて、朝気がついた時にはもう充電ケーブルつなげないで半分ぐらいになっちゃってて、で出かけるので車の中でも充電できるからって、車の充電しようと思ってケーブルつなげて、これ絶対忘れるよなって思ったら、案の定車にケーブル忘れちゃって、でしょうがないから12もいつもサブで絶対持ってるんですけど、もう買えば一番安心だなと思い、ファミリーマートで買いました。ケーブル買う羽目になりました。唯一万博で買ったのはタイプ C のケーブルでした。もうねほとんどすごい人が並んでて、お土産屋さんなんて全然入れるような状態じゃなかったですね。
幸い私脈メイクグッズが欲しいとかそういうことがなかったので、もうガンダムさえ見れればいいって言ったので、万博で買ったのはこのケーブルだけでした。まあたまに100均のねケーブル大抵使ってるんですけど、タイプ C はね200円のやつ使いますし、100円じゃなくてね500円とか800円とかねライトニングは使っててすごく使い勝手が良くて、すごく愛用して何本も買ったんですけど、久しぶりに高いケーブル買いました。まあたまにはねいいですよね、ちゃんとしたやつね。よいしょ。終わったかな。終わりました。はい、123456788終わった。できた。あとはこれをちょっと三角にする。ほどほどでいいです。ほどほどでいいですよ。そんなにきっちりなってなくても大丈夫です。こっからがまだこれかな。まあ、正確にはね三角じゃないものね。ケーキを半分切っていったみたいにね、8分の1にしたみたいに少し丸くなってるっていうか、正確な三角形じゃなくても大丈夫。よし。こっからまたね細かい作業が、これもなんかちょっと変な形になっちゃったけど、気にしない OK。 はいで、なんかなくしてるね。またなくしてる。どっか行ってる。今度はありましたよ。これを2つずつぐらい作ればいいかな。2つずつぐらいひっつけて、ね、やっぱり真ん中が小さいパーツは真ん中が開いちゃうのが少しやっぱり気になりますね。なんか苦労した甲斐があるのかな。いけるかな。ということで初心者におすすめ全然しないです。今日はよし、これで半分ずつ今度は。よいしょ。真ん中が開いてもいいので、あんまりキチキチにしない方がいいかな。よし、こんな感じで。本当にこうひっつけたりする時には速乾じゃない方がよくて、速乾じゃないと結構ねこの時点でね融通が効くんですよね。貼り直しが効くっていうかね、速乾だと貼り直しが結構効かないから、私は本当はねこう組み立てたりする時は速乾じゃない方が好きなんですけど、まあこんな感じで、これを白を二重やっていきたい。さっきも足りないからまた新しいのいきます。
こ決めたらここに貼る。これね、一重だと分かりにくいのに、二重ぐらいしようかなって思うんですけど、この時にただねくるっと巻いただけにしちゃうとこうやってね抜けちゃうのね。抜けちゃうので、ここはね気持ちちょっとところどころ全部じゃなくていいので、ちょっとねつけてった方がいいかなと思います。3回1個飛びぐらい、ごめんなさい、1個飛びぐらいね。キュッキュッ。ちょっとだけボンドはつけすぎない。これも少しだけねちょっとはい。ここぐらいね。伸ばす。黄色なんか大変な割にあんまり良くない感じだけど、でも目標の一回り小さいのはできたかな。つなげるわけではない。これちょっとだけサイズが違うけどなんか、もうすぐ終わり。どこが終わり？見失ってる？何かな？ここかな？ここでいいかな？ここぐらい？よし。アクリルはパーツが細かくなれば細かくなるほど、数が多くなれば多くなるほど、大変になるので、目標は達成できましたね。一回り小さくてっていうのがねできたのでいいかな。はい、これでできました。これをちょっとね気持ち、ここじゃなくてもねこの辺でもいいかなと思いますけどね。これはここで貼っておこうかな。ここじゃない方がいいかな。どう？この辺？これはこっち？どこがいいかな。でね、考えてる時が一番楽しい。これはここでいいと思うんだけど。やっぱりちょっと寄せる？ちょっと寄せちゃう？どこにしようかなってあっちこっち置いてこうやってる時が私は一番楽しいなって思うんですけど、皆さんはどうですかね。もう少し丸くしてもいいかな。このぐらいだったらまだちょっと動くかもしれない、ね、動きますね少しね。こんな感じで今日は完成しました。これでいいかな。
好きなところに貼ってくださいね。どこでも。これはねやっぱりちょっとここに一番大きいのがあるからここがいいんじゃないかと思いますけど、この辺のパーツはどこに貼ってもらってもいいような気がします。好き好きで。こうかな。ここでもこの辺でも。例えばこうだと変だよねやっぱりね。全部貼る必要はないと思うので、3種類作ってみましたので、他のものにもね利用できるかなって思います。これがねこの紙がない人でも大丈夫。例えばいつもよく使ってるこういうのでもできるんじゃない？ピヨンピヨン。変が急にこんなのあったら変。こんな感じ。なんかちょっと利用はできるかな。アレンジしてね使ってみてください。はい、それでは今日はこれと最初にねレモン作ってレモンのね丸い果実の方を作ってお花を作ってお花はねここにちょっとだけね挟んでるのがポイントです。作って輪切りちゃんを作って完成でおしまいにしましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは100均商品を使って手軽にねクイリングを紹介している番組となっておりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。どこで止めるんだった？これだ。×を